ゆっくり解説。デンゼル・ワシントンの魅力とは？出演作ベスト10で振り返る名優の奇跡。ねえマリサ、今日はどんなお話を聞かせてくれるの？なんだかワクワクするわ。今日のテーマはこれだ。ハリウッドの大スター、デンゼル・ワシントンの出演作ベスト10を紹介しながら、彼の底知れぬ魅力に迫るぜ。デンゼル・ワシントンさん、お名前は存じ上げているけれど、詳しくは知らないの。どんな俳優さんなのかしら？彼はアカデミー賞を何度も手にした名優で、社会派からアクションまで幅広く演じ分ける。その演技力と存在感で観客を魅了するんだ。だから彼の素晴らしさを多くの人に知ってほしいんだぜ。アカデミー賞俳優なのね。それは本当にすごそう。彼の映画を通じて、その魅力に触れられるなんて、とっても楽しみになってきたわ。このランキングを見れば、彼がいかに非凡で、観客の心を掴んできたかがわかるはずだ。一緒に彼の輝かしい奇跡をたどろうぜ。第10位、アメリカン・ギャングスター、2007年。さあ、記念すべき第10位は、2007年公開の映画アメリカン・ギャングスターだぜ。デンゼル・ワシントンが、実在したニューヨークの麻薬王、フランク・ルーカスを演じた作品だ。麻薬王、なんだかデンゼルさんには珍しい役柄のような気がするけど、どんなところが魅力的なの？そう思うだろ？だがな、彼が演じたフランク・ルーカスは、冷酷非道でありながら家族を愛し、ビジネスは徹底した合理性を持つ複雑な人間だ。デンゼルは、その多面的な顔を見事に演じ分け、圧倒的なカリスマ性を放っているぜ。ただの悪役じゃないんだね。具体的にどんなエピソードが印象的なの？例えば、ベトナム戦争中に死体を使って麻薬を密輸した大胆な手口だぜ。教会の最前列で母親を大切にする一方で、裏では冷徹なビジネスを展開する二面性も描かれている。ラッセル・クロウ演じる刑事との知的な駆け引きも見どころだぜ。デンゼルはフランク・ルーカスの冷静沈着さから感情の揺れまで、完璧に演じきり、見る者を引きつける魅力があるんだぜ。死体を使って密輸なんて、想像もつかないわ。でも、家族を大切にする一面もあるなんて、人間って複雑だね。デンゼルさんが演じると、悪役でも引きつけられちゃうの。わかる気がする。その通りだぜ。この作品は、彼が悪役であっても人物の深みと人間性を引き出すことを証明したんだ。デンゼル・ワシントンの演技の幅広さと、キャラクターに命を吹き込む力が存分に発揮された一本なのぜ。まさに、彼のキャリアを語る上で欠かせない作品だぜ。なるほど、ただのギャング映画じゃないんだね。デンゼルさんの演技があるからこそ、フランク・ルーカスが私たちに深く印象づけられるんだね。私ももう一度見てみたくなったよ。第9位、マイ・ボディガード、2004年。さあ、マリサ、第9位は、2004年公開のマイ・ボディガードだね。デンゼル・ワシントンさんが、守るべき少女のために、すべてを捧げる元 CIA エージェントを演じた作品だよね。その通りだぜ、レイム。この作品でデンゼルが演じたジョン・クリーシーは、過去の影に苦しむアルコール依存症の男が、少女ピタとの出会いによって再び生きる意味を見出す。その過程での彼の心の変化が、本当に素晴らしいのぜ。ピタとの交流で、徐々に人間らしさを取り戻していく。クリーシーが印象的だよね。どんなところにデンゼルさんの魅力が詰まっているの？最初は無気力だったクリーシーが、ピタの天真爛漫さに触れて笑顔を見せるようになる。その温かい眼差しは、彼の演技力の深さを示すものだぜ。だが、ピタが誘拐されてからは一転、彼の怒りと復讐心が爆発するんだ。あの激しい復讐劇は忘れられないわ。ピタを誘拐した者たちへの容赦ない追及は、見ていて本当に息を飲んだもんね。そうだぜ。彼は、ピタを救うためならどんな手段も厭わない。拷問も辞さず、メキシコの裏社会を血で染め上げていく姿は、まさに火の男クリーシーそのものだぜ。デンゼルの演じるクリーシーは、ただ冷徹なだけじゃない。少女への深い愛情と、彼女を奪われた怒り、絶望が入り混じった複雑な感情を見事に表現しているんだ。あの場面は本当にデンゼルさんの鬼気迫る演技に引き込まれたわ。絶望の淵から這い上がり、
大切なものを守るために、手段を選ばない姿は、見る者に強い衝撃を与えたよね。ああ、まさにそうだぜ。この作品は、デンゼル・ワシントンが持つ、静かなる優しさと、爆発的な怒り、そして狂気さえも表現できる、彼の演技の幅広さを象徴する一本だぜ。守るべきもののために、どこまでも深く、そしてどこまでも過酷に、その魂を燃やし尽くす男の姿を、デンゼルは見事に体現したのぜ。本当だね。改めて見返すと、もっと彼の演技に深みを感じられる気がするよ。第8位、フライト、2012年。さあ、続いて第8位は、2012年公開のフライトだぜ。デンゼル・ワシントンが、墜落寸前の旅客機を見事に不時着させ、英雄となるパイロット、ウィップ・ウィテカーを演じた作品なのぜ。英雄的なパイロット。でも、何か裏があるような雰囲気だね。その通りだぜ、レイム。彼は英雄と称えられながらも、実は重度のアルコール依存症と薬物中毒に苦しんでいるんだ。奇跡的な着陸の裏には、彼自身の深刻な問題が隠されていたのぜ。デンゼルは、この複雑で人間的な弱さを抱えたパイロットの苦悩を見事に演じきったぜ。英雄でありながら、依存症に苦しむなんて、すごく人間らしいね。デンゼルさんが演じることで、その葛藤がよりリアルに伝わってくるんだろうな。ああ、特に印象的なのは、彼が薬物やアルコールと戦いながらも、真実と向き合おうとする姿だぜ。調査委員会の追及から逃れようとしつつも、次第に自分の過ちを認め、本当の自分を取り戻そうとする内面の変化が、デンゼルの繊細な演技によって深く描かれているんだ。機体の不具合や飲酒運転という現実から目を背けず、最後には自己の罪と向き合い、贖罪を求める彼の姿には胸を打たれるぜ。見ているこちらも、ウィップの苦しみや葛藤が、痛いほど伝わってくるもんね。あの墜落シーンも、デンゼルさんの表情がすごく印象的だったな。この作品は、デンゼル・ワシントンが持つ演技の深さ、特に内面の葛藤や人間の脆さを表現する能力が際立っているぜ。英雄と堕落した男という二つの側面を、これほどまでに説得力を持って演じられるのは、彼以外にはいないんじゃないかと思うのぜ。彼のキャリアの中でも、特に演技力が光る一本と言えるぜ。本当にそうだね。デンゼルさんの演技があるからこそ、この映画のテーマが、より深く心に響くんだね。第7位、イコライザー、2014年。マリサ、次は第7位、イコライザーだね。2014年公開で、デンゼル・ワシントンさんが元 CIA の凄腕エージェント、ロバート・マッコールを演じた、アクション映画だよね。その通りだぜ、レイム。静かに暮らしていたマッコールが、理不尽な暴力に苦しむ人々を救うため、再びその秘めたる力を解き放つ。まさに闇の処刑人と呼ぶにふさわしい役柄だぜ。彼が働いているホームセンターでの穏やかな生活と、裏の顔のギャップがすごいよね。どんなところにデンゼルさんの魅力が詰まっているの？ああ、マッコールは、普段はとても穏やかで、本を読むのが好きな紳士だ。だが、ひとたび悪を前にすれば、驚くほどの冷静さと正確さで相手を制圧する。特に、あのタイマーを使い、計算し尽くされた動きで、敵を倒していくシーンは圧巻だぜ。デンゼルは、その静と動のコントラストを完璧に演じ分け、見る者を引きつけるんだ。まさにイコライザーだね。悪党たちが、あっという間に片付けられていくのは、見ていてスカッとするもんね。デンゼルさんが演じるからこそ、彼の正義感が、より強く伝わってくるんだと思う。ああ、まさにそうだぜ。彼は、ただ暴力を振るうだけじゃない。弱い者を守り、社会の不均衡を正すという強い信念を持っている。彼の行動には、常に明確な正義の基準があるのぜ。デンゼル・ワシントンは、マッコールというキャラクターに、単なるアクションヒーローではない、深みと人間性を与えているんだ。彼の過去や、心の奥底にある孤独も感じさせる演技が、本当に素晴らしいよね。単なる復讐劇ではない、デンゼルさんの演技の深さが際立っている作品だわ。その通りだぜ。イコライザーは、デンゼル・ワシントンが、年齢を重ねてもなお、
最高の切れ味を持つアクションスターであり、同時に深い人間ドラマを演じられる、その演技力の幅広さを示す傑作だぜ。まさに、彼にしかできない役柄だったのぜ。第6位、グローリー、1989年。さあ、第6位は、1989年公開の歴史ドラマグローリーだぜ。デンゼル・ワシントンが、南北戦争で戦う黒人連隊の一員、トリップを演じた作品だ。南北戦争時代の黒人兵士、どんなところが印象的なの？トリップは、奴隷としての過去を持ちながら、自由と尊厳を求めて戦う。彼の怒りや不満が爆発するシーン、特にムチ打ちの場面でのデンゼルの迫真の演技は、見る者の心をえぐるぜ。彼は、白人指揮官に反発しつつも、次第に連隊の仲間たちとの絆を深めていくんだ。ムチ打ちのシーンは本当に辛かったわ。彼の怒りや悲しみが、画面からひしひしと伝わってきたもんね。デンゼルさんが演じるトリップの、あの誇り高い姿は忘れられないよ。ああ、トリップは、常に反骨精神をむき出しにしながらも、仲間への深い愛情と、自由への渇望を秘めている。デンゼルは、その複雑な内面を、セリフだけでなく、表情や眼差し、そして全身で表現した。彼がオスカー助演男優賞を受賞したのも納得の演技だぜ。あの受賞は本当に嬉しかったな。彼の演技が、歴史の重みと、その中で戦った人々の尊厳を伝えてくれたと思う。その通りだぜ。この作品は、デンゼル・ワシントンが、単なる役を演じるのではなく、その人物の魂を宿すことができる稀有な俳優であることを世に知らしめた一本だ。苦難の中にあっても決して屈しないトリップの姿は、多くの人々に勇気を与えたのぜ。彼のキャリアにおけるターニングポイントとなった、まさにグローリーな作品だぜ。歴史に残る名演だったね。デンゼルさんの演技があったからこそ、この映画のメッセージがより強く伝わってきたんだと思うわ。第5位、ザ・ウォーカー、2010年。トップ5の領域に入ってきたぜ。第5位は、2010年公開、デンゼル・ワシントンが孤高の戦士を演じた SF アクション大作、ザ・ウォーカーだ。ザ・ウォーカー、歩く人ってことかしら？ SF アクションということは、未来のお話？その通り、舞台は最終戦争後の荒廃した近未来。文明は崩壊し、水や食料を奪い合うような、暴力が支配する無法地帯だ。デンゼルが演じるのは、イーライという名の謎めいた男。彼は一冊の本を携え、それを西へ運ぶという使命だけを胸に、30年間も危険な道のりを一人で歩き続けているんだ。30年間も経った一人で、その本には一体何が書かれているのかしら？すごく重要なものなのね、きっと。ああ、その本こそが、この荒廃した世界で人類の希望となり得る、最後の聖書なんだ。イーライはその本を命がけで守り、目的地へと運ぼうとする。だが、その価値を知る独裁者のカーネギー・ゲイリー・オールドマンが、本を奪おうと執拗に彼を追ってくる。イーライは、驚異的な戦闘能力で襲い来る略奪者や、カーネギーの手下たちを次々となぎ倒していくんだ。そのアクションがまたスタイリッシュでな。最後の聖書を運ぶ使命。なんだか壮大だわ。イーライの戦闘能力って、そんなにすごいの？ああ、イーライはただの運び屋じゃない。彼はまるで達人のような剣術と、研ぎ澄まされた感覚で敵を圧倒する。実は彼にはある秘密があって、それが彼の強さと、使命への揺るぎない信念を際立たせているんだ。デンゼルは、その多くを語らないが内に強い意志を秘めたイーライというキャラクターを、重厚な存在感で見事に体現している。彼の歩く姿、戦う姿、その一つ一つに、人類の未来を背負う男の覚悟が滲み出ているんだぜ。秘密？気になるわ。デンゼルさんの、多くを語らずとも伝わる演技。今回も健在なのね。希望を運ぶ彼の旅、見届けたくなるわ。そうだろ？この作品は、単なるアクション映画としてだけでなく、信仰とは何か、希望とは何かを問いかける深みもある。荒廃した世界で、イーライがなぜそこまでして本を運ぼうとするのか。その答えが明らかになったとき、きっと大きな感動を覚えるはずだ。
デンゼルの静かながらも力強い演技が、そのテーマをより一層際立たせているんだ。だからこそ、ザ・ウォーカーは第5位に選ばれたんだぜ。第4位、ペリカン文書、1993年。いよいよ第4位の発表だ。1993年公開、ジョン・グリシャム原作の大ヒット法廷サスペンス、ペリカン文書だぜ。この作品のデンゼルもめちゃくちゃクールなんだ。ペリカン文書、なんだか秘密めいたタイトルね。デンゼルさんはどんな役どころなの？法廷サスペンスっていうことは、弁護士とか？今回は敏腕新聞記者、グレイグ・ランサム役だ。この映画の主人公は、ジュリア・ロバーツ演じる法学生のダービー賞。彼女が、二人の最高裁判事が暗殺された事件の裏に潜む巨大な陰謀を暴く仮説。通称ペリカン文書を書き上げるんだ。だが、そのせいで彼女自身が何者かに命を狙われることになる。そこで頼るのが、デンゼル演じるグランサム記者なんだぜ。法学生が書いた仮説で命を狙われるなんて、恐ろしいわね。新聞記者のデンゼルさんは、どうやって彼女を助けるの？グランサムは、最初はダービーの仮説を半信半疑で聞いているんだが、彼女の身に危険が迫っていることを知り、次第に真相究明にのめり込んでいく。持ち前のジャーナリストとしての鋭い洞察力と行動力で、ダービーと共に政府や大企業が絡む巨大な陰謀の核心に迫っていくんだ。逃げながら証拠を集め、真実を報道しようとする二人の姿はスリリングで目が離せないぜ。デンゼルさんが演じる新聞記者、知的で行動力がありそうね。ジュリア・ロバーツさんとのコンビもどうだったのかしら？デンゼル演じるグランサムは、冷静沈着で頭脳明晰。危険を顧みず真実を追求する正義感の強い記者を熱演している。パニックに陥るダービーを時に優しく、時に厳しく導きながら、巨大な敵に立ち向かっていくんだ。ジュリア・ロバーツとの息の合ったコンビネーションも素晴らしくて、追い詰められる恐怖と、徐々に芽生える信頼関係が巧みに描かれている。デンゼルの知的な魅力が存分に発揮された作品と言えるな。陰謀に立ち向かう二人の姿、ハラハラしそうね。知的なデンゼルさんも素敵だわ。サスペンス好きにはたまらない作品って感じね。まさにその通りだ。二転三転するストーリー。誰が敵で誰が味方かわからない緊張感。そして少しずつ明らかになる衝撃の真実。デンゼル・ワシントンの冷静かつ情熱的な演技が、このサスペンスを見事に引き締めている。ペリカン文書は、デンゼル・ワシントンが、知的なキャラクターを演じさせても一級品であることを証明した傑作だ。政治サスペンスの面白さに、デンゼルとジュリアの絶妙な掛け合いが加わり、今なお色褪せない一本なのぜ。第3位、マルコム X、1992年。さあ、第3位は、1992年公開のマルコム X だぜ。デンゼル・ワシントンが、アメリカ公民権運動の指導者、マルコム X を演じた、伝説的な作品なのぜ。マルコム X、彼の波乱に満ちた人生を描いた映画だよね。デンゼルさんが演じるマルコム X は、どんなところが際立っているの？ああ。彼は、荒れた少年時代から、刑務所での改心、そしてイスラム教への改宗を経て、黒人解放運動の指導者へと変貌していく。その壮絶な人生を、デンゼルは全身全霊で演じ切ったぜ。特に、演説シーンでの圧倒的な迫力とカリスマ性は、まるで本物のマルコム X がそこにいるかのようだったのぜ。あの演説シーンは、本当に鳥肌が立ったわ。言葉の力と、デンゼルさんの魂が込められた演技に、ぐっと引き込まれたもんね。彼の変遷を丹念に演じているところがすごかった。その通りだぜ。彼は、マルコム X の内面の葛藤、信念の変化、そして孤独までを深く掘り下げて表現した。単なる模倣ではなく、マルコム X という人物そのものを憑依させたかのような演技は、まさに神がかってたぜ。この作品でオスカー主演男優賞にノミネートされたのも当然だ。この映画を見て、マルコム X という人物を深く知ることができたし、デンゼルさんの演技力の凄まじさを改めて実感したわ。彼のキャリアの中でも、最高峰の演技の一つだよね。ああ、
紛れもないキャリアの最高傑作だぜ。マルコム X は、デンゼル・ワシントンが、一人の人間の人生を深く掘り下げ、その魂をスクリーンに焼き付けた、歴史に残る名演だぜ。彼の演技がなければ、この映画のメッセージは、ここまで強く観客に響かなかっただろうなのぜ。第2、トレーニングデイ、2001年。さあ、いよいよ頂上が見えてきたぜ。栄えある第2位は、2001年公開、デンゼル・ワシントンに初のアカデミー主演男優賞をもたらした傑作クライムサスペンス、トレーニングデイだ。アカデミー主演男優賞。ついにデンゼルさんがオスカーをその手にした作品なのね。トレーニングデイって、どんなお話なの？舞台はロサンゼルスの危険なストリート。イーサン・ホーク演じる新人刑事ジェイクが、デンゼル演じるベテラン麻薬捜査官アロンゾの評価研修を受ける一日を描いているんだ。だがこのアロンゾ、正義感あふれる理想の刑事とは真逆の、とんでもない悪徳警官なんだぜ。ジェイクはそのアロンゾに振り回されながら、警察内部の腐敗と、生き残るための過酷な現実を目の当たりにするんだ。デンゼルさんが悪徳警官。これまでの正義感の強いイメージとは全然違う役なのね。それは驚きだわ。どんな悪徳警官っぷりなの？アロンゾはまさに狼。法を無視し、証拠を捏造し、押収した金を横領し、気に入らない相手は容赦なく消す。だが、その一方で圧倒的なカリスマ性と、悪を知り尽くしたからこその説得力も持っている。デンゼルは、この危険で魅力的なアンチヒーローを見事に演じ切った。彼の放つワイルドでセクシーなオーラ、そして時折見せる狂気じみた笑顔は、一度見たら忘れられないぜ。これまでの彼のイメージを覆す怪演だった。聞いているだけで強烈なキャラクターね。新人刑事のジェイクは、そんなアロンゾにどう立ち向かっていくのかしら？ハラハラする展開ね。そうなんだ。最初はアロンゾのやり方に戸惑いながらも従おうとするジェイクだが、次第に彼の正義感がそれを許さなくなる。たった一日の出来事とは思えないほど濃密で、息もつかせぬ緊張感が続く。そして、デンゼル演じるアロンゾの衝撃的な最後は、映画史に残る名場面と言えるだろう。この作品でのデンゼルは、善人役のイメージを打ち破り、俳優としての新たな境地を切り開いたんだ。善人役だけじゃない、悪役も完璧にこなせるなんて、本当に素晴らしい役者さんだわ。アカデミー賞受賞も納得ね。まさにそうだぜ。トレーニングデイは、デンゼル・ワシントンが、そのキャリアにおいて最も挑戦的で、同時に最も輝かしい演技を見せた作品だ。彼の演技は、観客に倫理観を問いかけ、深く考えさせる力があったのぜ。名実ともに彼をトップオブトップへと押し上げた一本だ。第1位、フィラデルフィア、1993年。長かったランキングも、ついにこの時が来たぜ。デンゼル・ワシントン出演映画ランキング、堂々の第1位は、1993年公開、社会派ヒューマンドラマの金字塔、フィラデルフィアだ。ついに第1位ね、フィラデルフィア。トム・ハンクスがアカデミー主演男優賞を受賞したことでも有名な作品よね。デンゼルさんは、この作品でどんな役を演じたの？デンゼルが演じたのは、トム・ハンクス演じるエイズに罹患した弁護士アンドリュー・ベケットの弁護を引き受けることになる、弁護士ジョー・ミラーだ。当初、ミラーはエイズや同性愛に対して偏見を持っていて、ベケットの弁護を一度は断るんだ。だが、法廷で不当に解雇されたベケットの姿、そして彼の人間としての尊厳を目の当たりにするうちに、ミラーの心は大きく揺さぶられていく。最初は偏見を持っていた弁護士が、次第に変わっていくのね。難しい役どころだったでしょうね。デンゼルさんの演技はどうだったのかしら？そこがデンゼルの真骨頂だぜ。ミラーが抱える内面の葛藤、偏見と正義感の間で揺れ動く様を、非常に繊細かつ人間味豊かに演じ切ったんだ。エイズという病、そして同性愛者に対する当時の社会の無理解や差別が背景にある中で、ミラーの視点を通して観客もまた多くを考えさせられる。トム・ハンクスの魂の演技はもちろん素晴らしいが、それを受け止め、変化していくデンゼルの演技があったからこそ、
この作品はあれほどまでに深い感動を呼んだんだ。トム・ハンクスさんとデンゼルさん、二人の素晴らしい俳優の演技がぶつかり合ったのね。作品が持つメッセージも非常に強そうだわ。ああ、この映画は、エイズや性的指向に対する偏見という重いテーマに正面から向き合い、人間の尊厳とは何かを問いかけた画期的な作品だ。デンゼル演じるミラーは、当初は我々観客と同じような、どこか他人事のような視点を持っている。だからこそ、彼がベケットと関わる中で変化していく姿に、我々も感情移入し、共に学んでいくことができるんだ。彼の存在が、この作品をより普遍的で、多くの人の心に届くものにしたと言えるだろう。デンゼルさんの役が、観客と物語をつなぐ架け橋になったのね。だからこそ、多くの人の心を打ったし、第一位に選ばれたのね。その通りだ。演技力、作品の持つ社会的意義、そして見る者の心に深く刻まれる感動。デンゼル・ワシントンのフィルモグラフィの中でも、特に重要な一作であり、彼の実力を改めて世界に示した作品だ。文句なしの第一位、フィラデルフィア。みんなもぜひ見てくれよな。総評またはまとめ。というわけで、デンゼル・ワシントン出演映画ランキング、トップ10を紹介してきたぜ。いやー、改めて見ると、本当に幅広い役柄を見事に演じ分けているよな。社会派ドラマからアクション、サスペンスまで、どんなジャンルでもデンゼルがいるだけで作品の格が上がる感じだ。本当にそうね。正義感の強い役も、影のある役も、そして今回ランキングには入らなかったけど、コミカルな役だってこなしてしまう。彼の持つ人間的な深みと、圧倒的な演技力がそうさせるのでしょうね。どの作品のデンゼルさんも魅力的だったわ。ああ、力強い眼差し、心に響く声、そして何よりもスクリーンを通して伝わってくる情熱。それがデンゼル・ワシントンの魅力の源泉なんだろうな。今回のランキングが、みんなにとってデンゼルの新たな魅力に気づくきっかけになったり、お気に入りの一本を見返すきっかけになったりしたら嬉しいぜ。これからも彼の新作に期待しつつ、過去の名作たちも大切に見ていきたいわね。デンゼル・ワシントンという素晴らしい俳優に出会えたことに感謝ね。まったくだ。それじゃあ、今回のランキングはここまで。また次回、別のテーマで会おうぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。